袋が楽しみ。ヤミコ。いやー、本当に大ソースですね。大ソースってはい。おソースでしょ。なんかオスオスっていう挨拶がコメント欄確認したら、ケンちゃんさん、大ソースって何ですかっていうコメント大ソースみたいな。今日は何皆さんが大ソースって僕が言ってるの気づいたかどうか。絶対気づかない。だって普段からあんた大ソースって言ってたの。まあそんなことどうでもいいですけど、明日もう年末っすよ。そうよ、もう何見るあんた年末31日。星。テレビでも YouTube でもなく、星。そんなおしゃれなやつだったかなしら。そんなこんなでね、今年もね、2021年ももう終わりを迎えるんですけれども、なんと今回はですね、スペシャル。というわけで本日はですね、世界中で起こった意外な展開を迎えた事件をね、皆様にご紹介しながら、今年1年をね、振り返っていきたいと思います。年末スペシャルってことね、これね。ではね、早速最初の事件から紹介していきたいと思います。わお5人の殺し屋から助かった男。遡ること2年前の2019年、中国の南寧市である裁判が行われました。被告人として出廷させられていたのは6人の男性。1人は会社経営者のタン・ユーフィー、残りの5人は殺し屋であるシー・グアンガン、モ・ティエンシェン、ヤン・グアンシェン、ヤン・カンシェン、リン・シャンスです。ややこしいな名前。容疑はある男性の意図的な殺人。しかし検察から提出される情報は不可解なものでした。それぞれの殺し屋が殺人を依頼され達成したことになっているんですが、肝心の亡くなった人がいないんです。この事件の被害者である不動産会社社長のウェイジェは裁判でこう証言しました。カフェでリン・シャンスから殺し屋に狙われていると聞いた。だから死んだふりをする写真を撮る代わりに逃がしてもらったんだ。つまりシャンスはウェイを死んだように偽装して依頼を達成したことにしようとしたんです。これだけ聞くと一見シャンスはいい人のように見えるんですが、シャンスがウェイを助けた理由は単純明快でした。報酬が少なすぎて終身刑になるリスクを考えると割に合わなかった。なんやそれ。実はある理由でシャンスの報酬は異様に低くなっていたんです。その理由と関係するのがウェイと会ってさえいないのに逮捕された4人の殺し屋たち。事件のきっかけは不動産の共同開発でウェイから民事訴訟を起こされ、時間とお金をかけて裁判を行うことを嫌ったユーフィがウェイの殺害をグアンガンに依頼したことなんです。ユーフィから200万元、日本円でおよそ約3000万円で殺しを依頼されたグアンガンは依頼を受けつつこう考えたんです。大金は欲しいが自分の手は汚したくない。そうだ、この金でさらに別の殺し屋を雇おう。こうして雇われたのがティエンシャン。グアンガンがティエンシャンに100万円で殺人を依頼すると、ティエンシャンはその依頼を受けます。そしてティエンシャンはさらにグアンシェンに27万円で依頼。27万円で依頼を受けたグアンシェンはカンシェンに20万円で依頼。もう名前ややこしいな。そのカンシェンが雇ったのがターゲットであるウェイに接触したシャンスでした。つまりシャンスは5段階目の超下請けだったんです。バカもう。散々途中で金額を減らされた報酬でリスクを負うことなどできません。当然回り回って押し付けられた殺人に対する執念もないんです。その結果シャンスが選択した行動がウェイに事情を話して殺しの偽装に協力してもらうことでした。しかし殺害の偽装工作が終わって逃亡したウェイは当然通報。6人は全員が逮捕されることになりました。これ言葉を失うわよ。怖い思いしただけでね、ウェイさんが怪我とかねなかったのが、唯一の救いですよね、これ。依頼内容が殺人でみんな押し付け合ってるから結果オーライだったけど、最初の人とか報酬半分で仕事丸投げとかありえないでしょ。いや、そういえばね、今年ねインスタの生配信とかもねやりましたね、この間。来年もいっぱいやりたいからね、そういうのね。ライブ配信とかね僕らやれてないし、イベントもやれてないし、そろそろさ、本当に来年の4月ぐらいには100万人見えてきてるかなっていうので、1回もイベントやってないっていうのもそうね、やばいですけど、オフラインイベントやる言っててもちょっとこうやってコロナも落ち着いてきたからね、これはもうやりましょう来年は。そうっすよね。続いてはですね、 SNS にハマりすぎてねおかしくなっちゃったね犯人の事件をね紹介していきます。そんな人いっぱいいるわね。無意識の行動。遡ること8年前の2013年9月11日、イングランドの都市ロザラムで事件は起きました。民家に強盗が入ったんです。強盗の名前はアシュレイ・キーストとアンソニー・ハント。狙われたのはアシュレイの同僚の自宅でした。2人は住人の留守を狙って家に侵入し、電化製品や宝飾品計2万7000ポンド相当、日本円で421万円相当のものを盗んでいったんです。一見うまくいったように思えたこの犯行なんですが、アシュレイのある行動によってあっという間に逮捕に至ります。そのアシュレイが取った行動とは、盗んだ SIM カードを使った自撮り。
SIM カードとはスマホやタブレットに入っている小型の IC カードで契約書の情報が記録されているんです。つまり A さんのスマホに入っている SIM カードを盗んだ B さんが盗んだ SIM カードを自分のスマホに入れて使うと、スマホは A さんが使っていると認識して動くんです。だろうな。アシュレイは盗んだ SIM カードを使って自撮りを行い、その写真をメッセンジャーアプリ WhatsApp に投稿したんです。バカ。しかしこの時予想外の人たちにまで写真は送られてしまうんです。その相手とは被害者である同僚や友人たち。スマホが被害者の SIM カードの情報を読み取り、登録されていた連絡先にも写真が共有されてしまったんです。届いた写真を見て不審に思った同僚は通報。警察がアシュレイの家を訪ねると、盗品の一つである4000ポンド相当のロレックスの時計が見つかり逮捕となったんです。アシュレイは2年8ヶ月、共犯のアンソニーは18ヶ月の実刑を受けたんです。間抜けにも程があるでしょこいつ。バカ。もう予想つくんじゃないのよ。いや、もうバカ。バレるに決まってんじゃんってね。あんた人のシムで写真あげてないでしょ、人のシムねえわ。実はですね、SNS 関連の事件はもう一つあるんです。なんとそこで使われた SNS というのは、まあ今ね、我々もね、皆さんもね、もうあんま使ってないと思うんですけど、Facebook なんですよ。自慢と油断。遡ること6年前の2015年2月13日、イングランド東部のキングズリンで一人の男が逮捕されました。男の名前はアンドリュー・ヘネルズ。事件が起きたのはテスコというスーパーでした。金をよこせ。アンドリューがナイフを持って現れ、ナイフを振り回し店員に現金を出すように要求します。早く捕まれ。410ポンドを手に入れたアンドリューは警察が到着する前に老夫婦から車を奪って逃走。もう最低。しかしアンドリューはすぐ近くのパブにいるところを見つけられたんです。なぜなら警察たちには有力な情報源があったから。その情報源とは Facebook。なんとアンドリューは事件の15分前に Facebook に犯行予告を投稿。Doing task over。テスコをやり直すというコメントとともに犯行に使ったと思われるナイフの写真をアップしていたんです。バカオブバカ。この投稿はアンドリューを有罪だとする決定的証拠として扱われ、裁判の結果懲役4年になったんです。だろうな。後先考えないやつでどこにでもいるわね本当に。なんで Facebook にアップしたんだよ。もうなんか自分から居場所晒してるようなもんや。自慢したかったのかもしれないまたね。バカ。逆にもう不謹慎ですけどちょっと面白いっすもん、なんか次どんなバカが来るんか。年末といえば、ちょっと憂鬱なんだけど大掃除があるじゃない。あんたちゃんと掃除したもん。もちろんですよ。苦手なのが1個だけあるんですよ。僕洗濯物マジ畳むの苦手で、皿洗いとかね、掃除とかご飯作るとかは全然やるんですけど、なんか服畳むのだけマジ苦手なんですよ。自分でそう意識しちゃってるからよ。涙が出るほど辛くて。あんたの家この前行った時覗かせてくれなかった、やめてやめて。すぐそうやって印象付けるから本当にもう怖いですよ。ヤニコさん畳んでくれる人が現れるといいよね。でもヤニコさんも汚いですよね。私の部屋ね、なんか汚いとか綺麗とかいう概念ないの。なぜなら、お掃除ロボットがいる。でもこの間行ったらさ、まあまあ汚かったよ。あんた後でぶん殴ればよ。私あまり物は持たない主義だから、こう見えて私丁寧な暮らしミニマリストしてますから。いや違う違う。あんた私を代わりに落とそうとしても誰の真似でしょう。踊り真似とは言えないぐらいのクオリティよ。というわけでですね、まあ大掃除といえばね、自宅がね綺麗になってたらいいなって思うことあるじゃないですか。勝手に綺麗になってたらいいね。次はね、そんなお話なんです。そんなお話。見知らぬ訪問者。事件が起こったのはイングランドにあるごく普通の民家。ここに住む夫婦は久しぶりに帰った自宅で驚きの体験をするんです。もう絶対したくない俺だったら。驚きの体験をした夫婦の名前は、夫がマーティン・ホルトビー、妻がパット・ダイソンです。パット・ダイソン、あのダイソン、まあ、違うな。最初に異変に気づいたのは玄関を開けた時でした。あら、郵便物が綺麗に積まれているわ。玄関に乱雑に落ちているはずの郵便物や新聞が拾われて、マットの上に綺麗に整えて置いてあったんです。夫婦は誰かが侵入したことに気がついて慎重に室内に入っていきました。すると部屋の中にも大きな変化が。なんと休暇に出かける前と比べ物にならないほど片付いていたんです。ちょっと嬉しいな。溜まっていた衣類が洗濯され、食器が現れ、食材の買い物まで進んでいます。さらに台所では何かを調理して食事をした様子がありました。まるでゴルディロックスと3匹のクマみたいだわ。ゴルディロックスと3匹のクマとは、留守中のクマの親子の家に入った女の子ゴルディロックスが勝手にお粥を食べたりベッドで寝たりして帰宅したクマの親子に見つかるというイギリスの童話なんです。まるで童話のような不思議な事態に夫婦は恐怖よりも驚きが勝っていたんです。そして寝室では見知らぬ男性がベッドの下に丸まって寝ています。この男性こそ異
一連の火事を行った人物ルカシュ・チュジュノフスキーでした。チョジュノフスキーだわ、言いづれえな。ルカシュを見つけた夫婦は警察に通報。不法侵入と強盗を認めたルカシュは2年の執行猶予と罰金200ポンド、日本円で約3万円を払うことになりました。しかし夫婦はルカシュに怒るどころかむしろ同情的でした。ルカシュは最初から強盗するつもりで不法侵入をしたわけではないんです。今まで住んでいた宿舎を追い出されてしまったルカシュは夫婦が留守にしている家を空き家だと勘違いし、住処を求めて裏口から侵入しました。とはいえ中に入ればこの家が空き家ではなく留守にしているだけだということは一目瞭然なんです。ルカシュが勝手に家の中に入り物を使ったことには変わりはありません。ですが家の中には宝石などがあったにもかかわらずルカシュはそれらには一切手を出していませんでした。ルカシュが取ったのは滞在中に使用した水や電気、ガスなど。夫婦はルカシュについて後でこう言っていました。当時は怖いとは思わなかったが状況は把握したかった。彼を羊として雇おうとも考えたよ。本当にゴルディロックスと3匹のクマみたいな出来事だったわ。でも彼は少女というよりクマの方が似ていたわ。やかましいわ。強盗も不法侵入も悪いけど、私ちょっとこれほっこりしちゃった。ちょっとそうっすね。なんか、片付けしてくれるってめちゃくちゃいいやつじゃん。まあ、勘違いってのもあったんだろうけどね。ちなみにね、ルカシュはね、馴染みすぎて、もう窓掃除の人にもね、もう住民だと思われたらしい。どんだけ伸び伸び過ごしてんだよ、もう。もう俺もやろうからな。掃除も洗濯も全部やってくれる。やりますよ。本当に？料理も作ります。カレー？今年もなんだかんだね、やっぱまあこういうご時世もあり、どこにも行けなかったね。いや、そうだよね。僕海外旅行好きやからね。行きたかったっすけど、ヤミコさんとかどうっすか？いやでもなんかチャンネルのさ、やってた当初からちょっと海外ロケやりたいって一回なんかタイでロケかどうかもわかんない動画撮ったけどさ、行きたいわよね。例えば私アルカトラズ刑務所とか行ってみたいの。めちゃくちゃ行きたいな。行きたいでしょ？マダガスカルに事件はないわよ。なんかアルマジロ食べたい。アルマジロエビみたいでプリプリなんかうまそうだよね。ポーランドとかいいっすよ。何しに行ったの？ポーランド。ドイツに行くトランジットでポーランドがあって、平日なのに道で子供たちとか楽器弾いてるんですよ。すごいね、優雅だったんですよね。休日でもないのになんで何してんのよそいつ。学校大丈夫かなちょっと勝手な心配しつつ、でマジで時間がすげえゆっくりだったんですね。韓国とかも近いし、メキシコとかやっぱ行ってみたいけどね。メキシコね、タコス食いたいですね。まあタコス作れるでしょ。カレー作れるのは作れる。俺なんだかんだね、ハワイは行ったことあるけどアメリカ行ったことないんですよ。ああ、本土の方ね。アメリカどうすか皆さん。西海岸なら行ったことあるけど。てかなんか行ってたよね。ララランドの聖地を巡ったの。ララランドの聖地って違う、千葉だよあれ。ララランドまあでも南極行きたいよ、マジで。南極行きたい俺。非日常に埋もれたい。南極料理人って映画がめちゃくちゃおもろかったんですよ。北極はちょっと南極よりあったかいから。あ、そうなんだ。じゃあ寒い中でカレーとか食ったら絶対美味しいじゃないですか。ちょっと南極ロケしましょう来年は。いやでもマジでありっすよね。まあね、我々ね今リックバッカーの話をしてたんですけど、続いてはですよ、海で起きた衝撃的な事件を紹介していきたいと。2022年ダイバーがいた場所。わずか半年前の2021年6月11日、アメリカマサチューセッツ州のプロビンスタン沖で一人のダイバーが衝撃的な体験をします。その日は金曜日。当時56歳のマイケル・パッカードはスキューバダイビングを楽しんでいました。すると急に周りの水が大きく動き、気がつくと暗い場所の中にいたんです。まさかサメに襲われたのか。マイケルは慌てて周りの状況を調べました。しかし体に傷があるどころか周囲には歯が一つもないんです。そしてマイケルは気がつきました。自分がサメではなくクジラの口の中にいることに。マイケルはクジラに飲み込まれたことを理解し、同時に自分の死を察したんです。オーケー、わかった。俺はついに死んでしまうんだな。マイケルが妻と2人の息子のことを思いながら死を覚悟した次の瞬間、彼はすごい勢いで空中に投げ出され、気がついた時には水面に浮かんでいたんです。クジラの尾を見た時、マイケルは自分が助かったことを理解しました。その後、救助されたマイケルは膝の脱臼はあったものの、命に別状はなかったそうなんです。専門家の予想ではとても珍しい現象なんですが、クジラの餌の群にマイケルが入り、餌と一緒に吸い込まれた可能性があるそうなんです。そしてマイケルを飲み込んだ生物がザトウクジラだったことが幸運でした。いや、怖えけどな、それ。ザトウクジラはクジラの中でも最大の種類であるにもかかわらず、小魚やオキアミなどを食べているため、喉がわずか10から20センチぐらいしかないんです。そのため、人間のように大きい生き物が胃の方まで行くことはありません。ただし、マイケルの場合は、幸い口の中に異物が入ったことにクジラが気がつき、水と一緒に吐き出されたことで生きて生還したんですが、巨大な舌で潰されてしまう可能性があるので、真似することはお勧めしません。目撃者の証言では、突然飛び出してきたクジラが首を振ってマイケルを吐き出していたそうなんです。きっとクジラの方も驚いて必死だったんでしょう。
めったにないことなんですが、クジラに飲み込まれる人はいないわけではないんです。クジラはランジフィーディングという方法で食事をするから。ランジフィーディングとは海中の小さい生き物の群れに向かって突進し、大量の水とともに餌を飲み込むことなんです。クジラはこのような方法で餌をまとめて捕食するんですが、その時に自身が何を飲み込むのかは見えていないんです。かわいいな、ちょっと。そのため今回のようにクジラの餌場でダイビングをしていると、もしかしたらクジラに飲み込まれてしまうことがあるかもしれません。ちなみに今回クジラの口から奇跡の生還を遂げたマイケルは、10年以上前にも奇跡の生還を遂げたことのある強運な人物なんです。実はマイケルはコスタリカで飛行機の墜落事故に遭い重傷ではあったんですが、乗客乗務員の中で唯一生存した人物だったんです。すごいわねこれ。まさに強運じゃないこれ。ってやって生き延びるのすごいよね。あんたの口の中でちょっと生き延びられそうにないけど、それでさ、飲み込まれてみたさもあるけどね。まあそうね。飲み込まれたらさ、お腹の中でさ暴れてみたい。こいつどんぐらい耐えれるのかみたいな。漫画の見過ぎはケツからは出たくないけどね私。今日はね、年末スペシャルっていうことだったんで、まあちょっとゆるーくね、僕らのトークもちょっと多めだったんですけれども、楽しんでいただけたでしょうか。というわけでね、ヤミゴさんもうね、早いね。ああ、1年がね。アルフォメトリーももう最初に始めてからも2年以上経っちゃった。今ね、もう80万人ぐらい超えてきてさ、本当にね、皆さんね、2021年もね、応援ありがとうございました。ありがとうございました。1年早いですけど、僕らもね、動画の編集とか、クオリティとか、いろいろ含めてアップグレードしていきたいんで、コメントも全部見てますし、たまに来るのが登録者増えて遠い存在になっちゃったみたいなね。ぶっちゃけマジで変わんないです。なんでかっていうと、一回も別にイベント開いたことがないから、数字上では増えているけど、80万人の想像もつかんよね。そうね。どんぐらいの人数が集まってる姿なのかもう想像つかないわ。80万人。そうそうそう。ドームとか球場がいっぱいになってるとかな。だからなんか別にね、変わんないし、じゃあオフラインイベント開いたとしても変わらんし、そこはめっちゃ気をつけてるんで、クリエイターとして。やっぱそういうところでね、偉そうになったりするとさ、いいもの作れないと思うんですよ。人の気持ちが分かんなかったりとか、綺麗事になっちゃうかもしんないけど、クリエイターとしてね、その人間の機微とか心とかね、繊細な気持ちを忘れると、どんどんね、僕らもただでさえデリケートなコンテンツをね、扱ってるんで、まあそこはすごい意識してますし、ね、こんな動画のこんなとこまで見てくれる、そこのあなたはね、きっと多分ね、僕らの動画すごい楽しんでくれてる方の方だと思うんですけど、これからもぜひぜひ応援よろしくお願いします。でも来年はもうそろそろね、イベントをやろう。やりましょう。やろう。やりましょう。あとね、いいっすか、これね、ヤミゴさんにも言ってなかったんですけど、重大発表。なんでここでしちゃうの2022年アルゴメトリーのスタジオを開放します。開放するんだ。もうバーにします。ほう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 。何？私、ママになっちゃうわけ？僕らはちょっといるかわかんないですけど、一旦スタジオ開放します。ここじゃないです。もうちょっとね、お店作ろうかなと思って。皆さんもね、ぜひぜひ遊びに来てください。まだね、ちょっとね、いつになるかわからんのですけれども、来年ね、絶対に発表するんで、ちょっと頑張ります。時間かかるかもしれないですけど、引き続き、2022年も、アルゴメトリーをよろしくお願いします。皆さん、良いお年を。